皆さんの好きなジャンプスケアは何ですか？私はリリー・ラブブレイズです。まるでリリーにお仕置きさ、リリーの髪の躍動感ある動きや狂気じみた表情がクールですよね。そんなジャンプスケアの後に続くのがデススクリーンです。誰が発しているのか、どんな意味があるのか、そこに表示される文章にはまだまだ多くの謎が残されています。前回投稿したチャプター1から4までのデススクリーンに続いて、今回はチャプター5に登場する意味深すぎるデススクリーンを考察していきたいと思います。この動画を見れば、チャプター5のすべてのデススクリーンがわかります。よければ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。全部で29種類ある。まず、自分でも全種類を見るチャレンジをしてみたい方のために、おすすめのキルポイント、略してキルポを紹介しておきます。一番のおすすめは、チャプター5開始早々、ハギーに追われる場面です。最初の角を曲がるあたりで自動セーブされたら、あとは放置するだけで、繰り返しハギーに襲われます。かなり効率が良いので、ぜひ試してみてください。チャプター5で登場するデススクリーンは、なんとシリーズ最多の29種類。これまで最多だったチャプター4の18種類と比べても、かなり多いことがわかります。しかし、実は半分以上となる15種類はチャプター4からの流用であり、チャプター5で追加された新規のデススクリーンは実質14種類になります。今回は主にこの新規14種類を中心に進めていきます。ちなみに今回もシリーズ恒例とも言える仕様として、ジャンプスケア以外の自滅ではデススクリーンは表示されません。では最初にチャプター4と重複している15種類をおさらいしていきましょう。デススクリーンには大きく分けて2つのパターンが存在します。後半に起きろがつく1行パターンと、そのままメッセージが続く2行パターンです。まずは1行パターンから紹介します。あまり時間がない。起きろ。もう少しなんだ。なんとかしなきゃ。あなたが必要なんだ。こんな終わり方は嫌だ。あなたが負けるはずない。あなたはもっと強いはず。すまないが、君がいないと困る。みんな燃やされてしまう。復讐しなければならない。続いて2行パターンです。みんなまだお腹を空かせている。いつだって腹ペコだ。ここから出ることはできない。戦っても無駄だ。彼はあなたを見ている。死は終わりではない。私の王国は永遠に続く。今にわかるだろう。進歩が鍵。黄金の道をたどるんだ。ここまでがチャプター4と重複しているデススクリーンです。以前の動画まではエリオットイコールプロトタイプと考えていたため、私の王国は永遠に続く。今にわかるだろう。この発言に登場する王国はエリオットが作ったおもちゃ工場のことだと推測していました。しかし現在ではプロトタイプが作った王国、つまりベタープレイスを意味しているとも考えられます。そうなると、このデススクリーンはチャプター4の段階から貼られていたベタープレイスへの伏線だったと読むことができます。その他の文章については過去の動画で詳しくお話ししているので、気になる方はぜひご覧ください。新規の言葉。では、ここからはチャプター5で追加された新規のデススクリーンを確認していきましょう。常に見ている。もうすぐ終わりだ。彼らの死を無駄にできない。他にどんな選択が、すべて葬り去るんだ。外に我々の居場所なんかあるのか。これで終わり？誰も逃がさない。あの世界は我々の居場所じゃない。古い世界を捨てろ。自分らしく生きろ。本当にすまない。もう逃げられない。子供たちを探せ。残ってるのはあの子たちだけだ。彼女の望みは正しいのか？我々は以前より劣ったのか？私なら直せる。私なら何もかも直せる。君を直せる。君を改良できる。彼女は知らない。教えてやる。きっと本物になる。ベタープレイス。ここまでがチャプター5で追加された新規のデススクリーンです。一応、念のために解釈の違いなどもある可能性が高いので、日本語ではなく原文でも確認したところ、明確にわかることがありました。君を直せる。君を改良できる。この文章の原文には I can make you better という表現が使われています。そしてこの言葉はプロトタイプ視点と思われる公式楽曲ロングサイドアウトの歌詞にも登場します。デススクリーンの I can make you better、 ロングサイドアウトの I can make you better、 ほぼ同じ文章が使われていることから、このデススクリーンはプロトタイプの言葉である可能性が非常に高いでしょう。また、私なら直せる。私なら何もかも直せる。こちらの原文には I can fix you、
という表現が使われています。ロングサイドアウトにも、それとも私が君を直さなければならないのかという歌詞が登場します。文章が完全に同一ではない場合でも、直す、改良するというプロトタイプ特有の思想が共通しています。プロトタイプは自分の行為を破壊ではなく、相手をより良い存在へと直す行為だと考えているのかもしれません。このことから、チャプター5のデススクリーンには、プロトタイプ視点の言葉が多く含まれていることがわかります。先ほどの2つに加えて、彼女は知らない、教えてやる、誰も逃がさない、あの世界は我々の居場所じゃない、古い世界を捨てろ、自分らしく生きろ。このあたりも、プロトタイプの思想に近い言葉だと読み解けます。工場の外へ逃げ出そうとするおもちゃたちを引き止め、ベタープレイスにとどまるよう、強制的に支配しているプロトタイプの姿とも一致します。特に、古い世界を捨てろ、自分らしく生きろ。この文章の原文をより詳しく訳すと、古い世界を捨て去れ、自分が何者なのか、その本性のままに生きろ、という意味になります。この本性のままに生きろという言葉は、体を裏返され、本来とは異なる姿へと変えられたアウティマルズたちに向けられた言葉とも考えられます。そして、きっと本物になる、ベタープレイス。これも、オーリーを通して語られた言葉であるならば、プロトタイプのものだと考えられます。原文を詳しく訳すと、それは、私たちにとって現実になり得る、ベタープレイス、という意味になります。プロトタイプにとってベタープレイスは、単なる空想上の理想郷ではなく、本当に実現しようとしている新たな世界なのでしょう。誰が言ったもの？では、残りのデススクリーンは、誰の視点による言葉なのか考えていきます。常に見ている。この言葉は、初めはプロトタイプのものだと考えました。プロトタイプは、主人公の行く先々に、まるで先回りしているかのように現れます。そのため、主人公を何らかの方法で監視していたとしても不思議ではありません。一方で、常に見ているという言葉は、チャプター4で主人公を終始監視していたソーヤー博士も連想させます。さらに、ソーヤーはチャプター5のラストで復活を果たしました。そのため、この文章がソーヤー復活の伏線だった可能性もあります。ただし、行く先々を把握していたプロトタイプにも当てはまるため、この一文だけで発言者を特定することはできません。現時点では、ソーヤーとプロトタイプの両方が候補に残ります。ちなみに、チャプター4から重複している、彼はあなたを見ている、死は終わりではない。この文章も、ソーヤーの存在を示唆している可能性があります。ただし、彼はあなたを見ている、と第三者視点で語られているため、ソーヤー本人の言葉ではなく、別の誰かがソーヤーについて警告している文章と考える方が自然です。チャプター4ではソーヤーが主人公を監視しており、チャプター5では主人公が刺され、一度死んだかのような演出が入ります。そして、その後にはソーヤー博士も復活しました。死は終わりではないという言葉は、主人公とソーヤー、両方の復活を示していた可能性があります。主人公がタンクに落とされた場面で表示されるデススクリーンは、おそらく固定されており、あなたが必要なんだ、起きろ、という文章が表示されます。少なくとも、この時点で主人公に死なれては困る人物の言葉である可能性が高いでしょう。これがギブレットの言葉だった場合、チャプター4の段階から、ギブレットの存在や目的が伏線として貼られていたことになります。続いて、彼らの死を無駄にできない。この言葉には2つの解釈ができそうです。まず考えられるのは、ラボで実験を行っていた科学者たちです。アーキンス博士の手紙からも、不老不死という成果を実現するために、多くの孤児たちを犠牲にしてしまったことへの罪悪感が描かれています。すでに多くの犠牲を出してしまったからこそ、彼らの死を無駄にしないために、実験を最後まで続けなければならない。そのような科学者たちの言葉とも考えられます。もう一つは、ポピーです。これまで多くの孤児たちが犠牲となり、さらにチャプター4では同意を失いました。彼らの死を無駄にしないために、何としてもプロトタイプを止めなければならない。ポピーがその決意を固めている言葉だとも受け取れます。続いて、他にどんな選択が？すべて葬り去るんだ。子供たちを探せ。残ってるのはあの子たちだけだ。この2つは、ポピーの言葉である可能性が高そうです。工場そのものを破壊しようとしていることに加え、プロトタイプに連れて行かれた孤児たちを探していることなど、どちらの言葉もポピーの目的に当てはまります。これに対するような文章が、彼女の望みは正しいのか、我々は以前より劣ったのか。彼女とは、工場を爆破しようとしているポピーのことだと考えられます。ギブレットや同意は、
ポピーによる工場の爆破に反対していたようです。そのためこの疑問はギブレット本人、あるいはギブレットや同意と同じ立場にいるおもちゃ側の言葉である可能性があります。現在のポピーがまるで以前のポピーとは違う考え方をしているようにも受け取れます。最後は、外に我々の居場所なんかあるのか、これで終わり？この発言者は工場の外の世界を知らない人物のようです。さらに我々という複数形を使っているため、発言者が何らかの集団に属していることもわかります。このことからプロトタイプによって生み出されたクラス2の実験体たちの言葉である可能性があります。その場合、現在ベタープレイスにいると思われるガビたちの中には、外の世界に好奇心を持っている存在がいるのかもしれません。前例としてデススクリーンに登場したプロトタイプの言葉が次のチャプターへの伏線になっていた可能性があります。そう考えると、この文章も自作であるチャプター6につながる伏線である可能性は高そうです。